今回はタロットカードのペンタクルの騎士の意味をもとに独断と偏見で現代調にアレンジしました。どうぞ最後までお楽しみください。それではシリーズタロットカード物語アルケミアより第39話スタートです。カード名ペンタクルの騎士。私は男性恐怖症だと思う。原因は今はいない父親のせい。小さな頃に母親が父に暴力を受けていたのを毎日のように見ていたためだと思う。父親という人はとても気の小さな人で、自分の思い通りにならないと母を殴っていた。毎日仕事から帰るとお酒を飲みすぎだと母が言うと、俺に文句を言うなと言って殴った。私が泣いても騒いでも母を殴る。そのため母はいつでも顔を晴らしていた。私が小学校に上がる頃には、私も父の暴力の標的となった。母は私を守ろうとして私を抱きしめ、父の拳を体で受け止めていた。母のうめき声が私をかばう母から聞こえても、父は決して殴ることをやめなかった。そんな父も私が3年生になった時、酔っ払って歩いている時に車にはねられ、あっけなくこの世からいなくなった。実際のところ、父がいなくなったことを私は喜んでいた。これで殴られることはないし、母だって青あざを作ることもなくなる。いつでも優しくて、私の前ではよく笑っていた母は泣くことがなくなる。これで全てがいい方向に向かっていく。3年生の私はそう信じて疑わなかった。父が亡くなったことで母もほっとしていると思っていたのだけど、どうしてなのか隠れて泣いていた。あんな父親いなくなってよかったのに、どうして母は泣いてばかりいるのか不思議だった。しかし、いつしか母の涙も乾いていき、泣くことがなくなった。これで母の笑顔が戻る。これで今度こそすべてがいい方向に向かう。その通り、母と2人の生活はとても楽しいものだった。けれど、母一人の稼ぎで家計を支えるのは大変だったようで、母は早朝から仕事に行き、夕方に帰ってきたと思うと、私が寝る頃にまた仕事に出かけていった。早朝は新聞配達、昼間は工場、夜はビルの清掃をしていたと聞く。働くようになった今、母がどれほど大変だったかがわかるが、あの頃の私は母のいない寂しさで、母に泣いて一人にしないでとすがったものだ。小学校を卒業し、中学生になると、母がいないことで寂しいと思うことはなくなっていた。どんなに寂しくても、それは仕方のないことだし、暴力ばかりの父親がいるよりもずっといいのだと思ったからだ。暴力に怯えて過ごすくらいならば、寂しさを我慢した方がいい。台風が来て家が揺れるような強風に怯えることがあっても、暴力に怯えるよりはずっとましだ。地震が来ても家が潰れない限りは大丈夫。一人で心細くても父親がいるよりはずっといい。こうして私はある程度のことには動じない心を持つ少女へと育っていった。ところが、その頃から自分の中におかしな感情があることに気がついた。それは異性への思い。周りがどんなに恋愛に興味を示し、誰が好きだとか話していても、私自身は全く興味が湧かないのだ。
それ以上に男子が怖くて仕方がなかった。小学生の頃は男子といっても同じ子供だったのに、中学生になった男子は急に大きな存在となった。声変わりした男子は特に恐怖だった。のぶとくなった声で騒がれると、あの日の父を思い出す。怒鳴りながら迫ってくる父、また暴力を振るわれるのではないかと体が震える。私がこんなにも怖いと思っているのに、他の女子は全く恐怖を感じていないようで、男子の中で誰がいいとか誰が好きだとか、そんな話で盛り上がっているのだ。どうして友達は男子を怖いと思わないのか。少しでも相手の気持ちにそぐわないことを言ったら、暴力を振るってくるような人たちなのに、みんなはそんなことを全く考えていないようだった。どうしてなのかわからない。みんな同じように父親から暴力を受けているんだろうに。どうして平気なのだろう。その疑問をある友達に相談したら、めぐみちゃんはかわいそうだね、と言われた。どうして私がかわいそうなのか。どうやらみんなのお父さんは優しくて、暴力を振るうことなどないらしい。そこで初めて男子だからってみんな暴力を振るうわけではないということが分かった。だからって私の経験した過去が消えるわけではなく、私の恐怖心がゼロになるわけではなかった。高校生になった頃、周りにはどんどんカップルが出来上がっていった。好きな子がいるから告白したら付き合うことになった。そう言って喜んでいる女子。毎日のように一緒に通学し、帰る時も彼と一緒。部活の先輩で好きな人がいて、やっと LINE 交換をしたと喜ぶ友達。私はそんな友達を見ながら、自分にはできないと思い込んでいた。どうしても男子のそばに寄れない。好きだと告白されたことはある。付き合ってほしいと言われたこともある。しかし、付き合ってみようかと思っても、その先の一歩が踏み出せないのだ。もし付き合って気に入らないことを言ったら、暴力を受けるのではないか。あの日、あの時の恐怖がよみがえる。しかし、こんな私にもたった一人だけまともに話をすることができる男子がいる。家が近く、幼稚園の頃からずっと仲良くしていたあきらくん。小学校でも仲が良かったし、中学に入っても話すことができた。高校はお互いに別々のところに入ってしまったが、それでも道で会えば話をすることができる。どうしてあきらだけは大丈夫なのか。それは彼はとても女性的だからじゃないかと思う。見た目も女の子のようで、とても優しくて、スカートを履かせたらきっと似合うだろうと思う。あきら自身は自分が女性的なのが嫌だと言うけど、私はそのおかげでなんとか彼と一緒にいられるのだからありがたいところだ。唯一私が男性を意識せずに話せる相手なのだから。それゆえにあきらと付き合うなんて考えられないし、あきらとは友達の枠から出ないのだけど。ただ思うことがある。みんなはどんどん恋愛を楽しんでいるのに、私はこのままなのだろうか。ずっとこのまま、誰も好きになれず、誰も愛せず、大人になっても恋愛を経験することなく、どんどん年を重ねていく。そして結婚すらせずに終わっていくのではないか。一生一人。今は母がそばにいてくれるから寂しくはない。仕事ばかりでまともに顔を合わせることもできないが、それでも家の中には母のぬくもりがある。しかし母だって生身の人間なのだ。いつかは私を残してこの世を去る日が来るだろう。そうなったら私は一人っきりになる。それを考えると寂しさよりも怖さが先に立つ。
たった一人で暮らしていくことの恐怖。働くことはできても一人で生きていくことができるのだろうか。ならば何としてでも誰かと付き合っていつかは結婚した方がいいのではないか。結婚して子供を産んでそれが幸せにつながるのではないか。だがもしも結婚した相手が暴力を振るう人だったらそんな考えが頭をもたげる。誰かと付き合ってみようか。誰でもいい。男子になれるために誰かと付き合ってみたら将来の自分のためになるのではないか。しかしそうは思っても結局は堂々巡り。その方がいいし、この恐怖を克服しなくてはならないことはわかるのに、そこまで考えても先に進めない。まるで大きな森の中を迷子になっているような気分だ。道はわかるはずなのに、進んでも進んでも元の場所に戻ってしまう。私は思春期という時間を恋愛のできない悩みによって苦しみ続けたのだ。高校卒業後、私はすぐに就職した。就職先は学校の先生からの紹介で町でも一番大きな書店だった。たくさんの本に囲まれて重い本を運んだり、本にカバーをつけたり、やるべきことは多く、覚えることも多かった。私の教育担当になったのが小金井という男性社員だった。私よりも6歳年上の彼はとても優しく仕事を教えてくれた。私が間違ったことをしても新人なんだからミスは仕方のないことだと笑ってくれた。だんだんと仕事を覚え接客もできるようになった頃、お客さんを怒らせたことがあり、ひたすら謝り続ける私を助けてくれたのも彼だった。しかし自分のミスによって小金井さんに迷惑をかけたことがショックで、その時は今までに感じたことのないような焦燥感にとらわれた。そんな時に落ち込んでいる私を力づけてくれたのも彼だった。先輩がいるんだから困ったことがあったら頼っていいんだよ。そう言って缶コーヒーを渡してくれた。その温かさが妙に嬉しくて涙が流れた。泣かないでよ。女の子に泣かれるのは弱いんだからさ。それに俺が泣かしてるように見えちゃうじゃない。冗談なのか本気なのかわからないような物言いについ笑ってしまったものだ。そんな私を見ていて彼が言った。めぐみちゃんは本当によく頑張ってると思うよ。見ていてすがすがしいくらいだよ。俺はめぐみちゃんが好きだな。私よりもずっと大人の彼から好きだと言われたことは嬉しかった。それがどんな意味であろうと嫌われるよりずっといい。俺さ、めぐみちゃんの担当になってずっとめぐみちゃんを見てきたけど、できたら俺と付き合ってほしいと思ってるんだ。いや、彼氏がいるんなら諦めるけど、もし決まった人がいないなら俺の彼女になってくれない？照れたようにそういう彼は真剣な目をしていた。そんな彼を見て、この人ならば大丈夫なのではないかと思った。この人ならば暴力など振るうことはないのではないか。そして私自身も彼を受け入れることができるのではないか。それに勇気を持って行動しないと私に未来はない。そう思った私は彼の申し出を受けることにした。それからは必死だった。デートの時に余計なことを言わないように彼の気持ちを考えて行動した。彼が嫌がることは何なのか、嫌がることは決してしないように。もし万が一彼の気に障ることを言ってしまったら、その時私は暴力を受けないとならないかもしれないのだから。そんな私の心配をよそに、彼とのデートは何度も重ねられていった。デートのたびに気を使い疲れ果てた。彼の視線を追い、彼の視線の先にあるものを確認して、次に何を求めるのかを先に察知して行動した。
どんなに疲れてもこれが自分の将来につながると信じて頑張った。ところがそんな私を彼は気にしてくれていたようで、気を使わなくていいからと言いながらよく笑わせてくれた。こんなに笑わせてくれる人ならばきっと大丈夫だと思えた。でもやっぱり疲れる。やっぱり怖い。ある日、彼が二人っきりになりたいと言い出した。どんなに経験のない私でもそれがどういう意味なのかは理解できる。彼の視線の先にはホテルがあるのだから、あそこに入って、そして。しかし二人っきりになれば逃げることはできなくなる。そこで少しでも彼の怒りを買ったら私はどんな目に遭わされることか。それが怖い。彼はそんな人ではないと自分に言い聞かせても二人っきりになることの恐怖が先に立つ。彼が私の手を取り私を引っ張るようにホテルへと歩き出した。その瞬間私は大きな悲鳴を上げていた。彼の顔が曇った。殴られる。さらに体を固くした私は逃げるようにその場から走り出していた。やっぱりダメだ。どんなに自分に嘘をついてもやっぱり怖い。恋人同士ならばホテルで二人っきりになるなんて当たり前のことだろう。それを望まない方がおかしいのかもしれない。しかし私にはできない。怖くて怖くてどうしようもないのだ。きっと彼はがっかりしたことだろう。せっかくここまで付き合ってきて、さらに一歩を踏み込もうとした途端に逃げたのだから。きっと怒って明日からの仕事がやりづらくなるだろう。今から彼のもとに戻って謝ろうか。謝って彼の望み通りにホテルに入るか。しかし頭ではそう考えているのに足は止まることなく駅へと走り続けていた。荒い呼吸のまま電車に飛び乗った。肩で息をしながら車窓に映る自分の顔を見ていた。なんとも情けない顔だ。怖くて逃げるなんてまるで小学生ではないか。いざとなった時に逃げるくらいならば彼からの申し出を受けなければよかったんだ。結局彼を傷つけるだけに終わってしまった。いつも降りる駅に着くと私は重い足を引きずるように改札を抜けた。ロータリーをゆっくりと進み、後悔という荷物を心に抱えながら歩き続けた。こんなことをしていたら一生私は一人だ。わかっている。なんとかこんな自分を変えたかったのに、変えることなんてできやしない。恋愛なんてできないんだ。足が勝手に我が家へと進む。通い慣れた道だ。しかしこんな顔で家に帰れば母が心配することだろう。なんとかいつものように笑うんだと自分に言い聞かせるが、どうしても笑うことができない。母に心配はかけたくない。けれどどうすることもできない。うつむきながら歩き続けていると路地から人影が現れた。その人影は私を見つけると声をかけてきた。めぐみちゃんじゃないか。こんな時間に一人で歩くのは危ないよ。その声は久しぶりに聞くあきらの声だった。あきらはしょぼくれた私の顔を見るとすぐに何かあったと察したようだ。久しぶりに会えたんだ。そこの公園で少し話さない？そう言われて先に歩き出したあきらはすぐ横の公園へと入っていった。つられるようにあきらの後を歩く私はとてもほっとしていた。このまま帰ることはできないが、かといってこんな時間に一人でどこに行けばいいのかと思っていたからだ。あきらはブランコに腰を下ろすとゆるゆるとブランコを動かした。私はその隣に座ると同じように揺れるブランコに身を任せていた。何があったの？あきらが私を見ずに言う。いつもそうだ。私がつらい時、いつもあきらが現れて
私を見ることなく聞いてくる。私さ、付き合ってる人がいるんだけど。こんなことをアキラに言っていいはずはない。あまりにもプライベートな話なのだから聞く方だってうんざりだろう。しかし誰かに話さなければとても心に溜めておくことができないと思ったのだ。アキラには申し訳ないが、私はまるで流すように心に溜まった思いを口から吐き出していた。なるほどね。それで逃げてきちゃったんだ。うん。めぐみちゃんはその小金井って人のこと好きなの？そう言われて顔を上げアキラを見た。今まで考えてもいなかった質問だけにどう答えていいのかわからなくなっている。私は彼が好きなのか。好きになろうとしてない？なんかさ、めぐみちゃんの話を聞いてて思ったんだけど、別に好きじゃないけど好きにならないといけないように思ってるんじゃないかなって。好きにならないといけない。そうかもしれない。恋愛するのだから相手を好きでなくてはならない。初めから好きならばそんなことは考えないだろうが、好きだから付き合い始めたわけではなかった。好きなのではなく。だとすると、アキラが言うように好きになるために付き合っていたということか。自分をごまかして付き合ってもそんなのはうまくはいかないよ。好きな人だからそばにいたいと思うし、好きな人だから一緒にいたいと思うんじゃないの？好きになろうとしている今は、その彼氏さんとは無理だと思うな。確かにその通りだ。好きだったら、愛していたら、逃げたりはしなかっただろう。でもさ、男性恐怖症なのにどうして俺は大丈夫なの？アキラにそう言われて、私はまたしてもアキラを見た。今、目の前にいるアキラは女性的なのかと言われたら、中学生の頃のように女性的ではないし、高校生の頃とも違う。どちらかといえば大人の男性に近いのかもしれない。それなのに、アキラと一緒にいることはまるで怖くない。第一、アキラが暴力を振るうなどどうしても考えられないのだ。どうしてだろうね。以前はアキラが女の子みたいだったから怖くなかったけど。ひってえなあとは言うものの、確かに男子というよりは女子に近かったかもね。何せ俺の姉ちゃんたち最強だからさ。姉ちゃんたちの言うことを聞かないと殴られるし、だから髪型も言いなりだった。そう言って笑うアキラは昔のアキラと何も変わっていないように思えた。アキラの家は私の家とは違って両親と4人の子供がいる。アキラは一番下で上3人は全員女だ。そのためおもちゃも姉たちのお下がり、洋服も基本的にはお下がりを着ていた。男の子だから男の子が着るような服を選んでもらえるのではなく、姉たちが着ていたものの中で男の子が着てもおかしくないものがアキラの服となった。持ち物にしても男の子だから青いものという概念はないようで、可愛いものが好きなアキラはピンクの持ち物が多かった。それも姉たちが選んだものを持たされていると言っていたが、まんざらでもなさそうだった。でもさ、働くようになった今はさ、自分の稼ぎで服も買えるし、さすがに姉ちゃんたちのリクエストで髪型を決めてるわけでもないから、結構イケてると思うんだけどな。急にブランコから立ち上がると、私の前でポーズをとってみせた。筋肉などというものとは縁遠いアキラがまるで筋肉を見せびらかすようなポーズをとっているのだ。その姿におかしくなって笑っていると、やっと笑った。めぐみちゃんは笑ってる方がかわいいよ。というのだ。幼なじみのアキラだが、かわいいと言われて嫌な気分はしない。それどころかとても嬉しいとさえ思えるのだ。
ねえ、めぐみちゃん。めぐみちゃんは俺といるときはビクビクしないよね。いつでも普通に話せるし、俺と二人っきりなのに全然怖がってる感じがしないよね。確かにその通りだ。アキラと一緒にいる今も私は怖いとは思わない。以前は女性的だったから怖くなかったはずだ。だが今目の前にいるアキラは決して女性的ではない。どこから見てもれっきとした男性だ。それなのに恐怖心などみじんもない。ないどころか楽しいとさえ思えるし、このままずっと一緒にいたいとさえ思っている。俺さ、本当はめぐみちゃんのことが好きだったんだ。でもめぐみちゃんにそんなこと言っても怖がらせちゃうと思ってたから言わなかったの。ほら、俺ってさ、優しいから。急な告白を受けてどう返事をしていいのかわからずうつむいてしまった私にさらに言葉が渡された。でもさっきの話を聞いてね、黙ってられなくなった。このまま自分の気持ちを言わずにいたらいつかきっとめぐみちゃんを誰かに取られるって思ったんだ。取られたくないって思ったんだよ。すぐにとは言わないから考えてみたよ。俺なら怖くないって思えるんじゃないかと思うんだ。確かにそうだ。アキラならば怖くない。アキラが暴力を振るうなんてありえないだろう。今までどんなに私がアキラの機嫌を損ねることを言っても、気分を害することもなければ怒ったこともないのだから。これからだってきっと私の間違いを笑って流してくれるのではないか。きっとアキラならば私を不安にさせたりしないのではないか。焦って返事をくれなくてもいいからさ。俺はいつまでも好きになってくれるのを待ってるから、好きだと思ったらその時返事をくれよ。それまでは友達でいいから。何年かかるかもわからないのに、なんて気の長い告白だろう。気が長いね。私がそう言うと、アキラが、姉ちゃんたちに鍛え抜かれたからね、と鼻の下に人差し指を当て、左右に動かす仕草をした。その姿は小学生の頃のアキラだった。そんなアキラを見ながら、この告白の返事はそんなに長くはかからないだろうと思った。私はブランコから立ち上がると、アキラに向かって歩き出していた。いかがでしたでしょうか。このカードは一貫した態度を貫けば障害や困難を避けて望みを叶えることができると言っています。また愛情関係においては信頼できるパートナーの出現や愛されている手応えや実感を得ることができるとも言っています。面白かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それでは次のお話でまたお会いしましょう。